アンリアルエンジンを使って理想のゲームを自分で作りたい。そのために僕が描いたキャラクターを 3D モデリングできるようになりたいということで始まったブレンダー講座。本日は第3回目の収録です。引き続き株式会社ヒストリアの黒沢さんに講師を務めていただきます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。株式会社ヒストリアの黒沢です。早速ですが、真島先生、前回の収録で宿題としたキャラクターモデリングは無事に終わりましたか？はい、無事かどうかわかんないですけど終わりました。めちゃくちゃ大変でした前回教えてもらった内容だと、はい、髪の毛とか服が全然わからなくて、結局時間外講師もしていただいて、なんとか作り上げました。はい、こちらが僕がモデリングしたキャラクターです。どうぞ。あ、かわいいですね。いや、執筆でお忙しい中ありがとうございます。いや、でも楽しかったですよ、めちゃくちゃ。髪の毛をじゃあ作ってみましょうか。球から作っていくのが早いかなという気がするので、UV 球っていうものがあるんですけど、UV 球ってよく見るとですね、この南極と北極みたいなところがあるんですけど、これがつむじと思って使うと、人間の頭の生え際として結構利用しやすいんですね。なるほど。ちょっとこれも作った後に、さすがに30日は少し多いかなっていう気もするので、16と10ですね。それぐらいが多分今回やりやすそうなので。ワイヤーフレーム状態にして、でそれで真横から見ていただいて、あとつむじは斜めらせた方がいいですね。なんかつむじって真上にあるわけじゃないので、そこをちょっと回転させて。そうですね。つむじ。はいはい、いいですね。こんな感じで。でそのまんま編集モードで、焦点選択で前のあたりたくさん選択して。こういうこと。そういうことですね。2回3回に分けしてしまってもいいので。でも、これでなんとなくこんな感じなんですね。そうですね。で、真横から触ると左右対称は絶対に崩れないんで、慣れてるんであれば真横からやっちゃった方が楽じゃなくて。なるほど。でもこれでなんとなくワカメちゃんみたいな感じになりましたね。そうですね。で、ここからちょっとなんか髪の毛に毛先とかをつけていこうかなっていう感じなんですけども、真ん中ら辺に前髪の束があるので、辺選択で押し出したい2つの辺を選択していただいて、E キーを押すと押し出しに入るので、ちょっと分かりにくいんで色変えた方がいいかもしれない。シェーディングメニューみたいなところでマテリアルって選んでいただいて、これに一回仮で髪の毛に適当なマテリアルを割り当てちゃいます。すげえ地道な作業ですね。髪の毛はですね、本当に地道ですね。ここ三角にするのどうするんでしょう。2つの点選択していただいて、M を押すとマージのオプションが出てくるんですね。はい、それで中心にってやつを押すと、もう2つの点の中心にあります。はい、なんかここまで来ました。はい、いいですね。そしたら次はちょっと横もつけちゃいましょうか。ナイフを使って一回今の前髪のところを少し切っちゃいましょう。ちょっとなんか口で言うのが難しいんですけど、そうです。そこです。これでもここ五角形になっちゃうからこっちも入れた方がいいんですよ。そうですね。ただ五角形に関してはあまり気にしなくてもいいですが、そうですね。正直なところ、どうせゲームエンジンに持ってたら勝手に三角形になっちゃうので。なるほど。同じようにこの前髪のギザギザ作ってる感じですね。そうですね。前髪に関してはそういう感じですね。横髪のこのピョってやつの生やし方なんですけど、面をちょっと1個選択して、その状態で扇状に分割っていうのがあると、こんな感じでバッて引かれた風になるんですね。この扇状に分割したところの真ん中の頂点を少しこう出してあげて、であとはこの三角形さえ押し出して、でこれを1箇所にキュッてやってしまえばこの形になるので。本当だ。これ簡単ですね。確かにこれ簡単ですね。一回ちょっと顔にテクスチャー貼ってみたいんですよ。首と顔をちょっと分離しちゃいました方が楽かなと思うので、ここが顔なのでここだけ分離しちゃいます。ちょっとニラを一回切りたいので、ニラを適用しますね。で、先生。
正面から見てる状態にしていただいて、はい U キーを押すと UV マッピングのメニューが出てくるんですけども、今回真正面からバーンと貼り付けたいので、ビューから投影ってやつでいいと思います。そうするとですね、ちょっとこれ今見えてないんですが、この UV エディティングっていう上のところのタブを押していただくと、こんな感じで UV が作られてるんですね。これをさっきの画像に対して貼ってしまうとテクスチャーとして見れるので、 UV エディティングのところの設定になんか画像があると思うんですよね。UV の方でやっぱり同じように A キーを押していただくと UV を全部選択できるので、画像の縦横比に UV の縦横比って影響されちゃうんですよ。こんな感じに今ちょっと縦長に見えちゃってるんですけど、キャラクターのように少し縦に潰してしまってスケールキーで。これ適当でいいですか？そうですね、今は適当でいいと思います。でちょっと移動ツールに今度切り替えて、顔のあたりにちょっとこう持ってってみてください。細かく調整する前に、一回このモデルにも 3D テクスチャーを反映できるようにしちゃいましょう。マテリアルを作るボタン、下の赤いボタンですね。それで顔用のマテリアルのところのベースカラーっていうところの横にあるポチっていう丸を押していただくと、そこに画像テクスチャーっていうのを選べるんですよ。なんか絵みたいなアイコン、なんか四角と三角とみたいなボタンがあるんで、そこのところに今まで使っていた画像があるんですね。本番のテクスチャーではなくて裏にも突き抜けちゃってるんで UV は嘘なんですけども、ただ一旦この状態やらないとちょっと何もわからないというか、なるほどなるほど。マスク取れないと思うんですね。こうやって見るとちょっとかなり鼻の質高すぎますね。そうですね。なので一旦こうやって貼ってみるとすごいわかりやすいんじゃないかなという。これなんか左のやつが消えた。A キーを押さなきゃダメかな。そうなんですよ。これブレンダー選択しているものの UV しか見れないっていうちょっと仕様で、ああ、鼻の位置おかしいですね、本当に。これ頂点を実は動かしてしまうとはい、 UV も一緒に伸びちゃうんですよね。今正面から奥行き方向にバーンとこうプロジェクターのように投影しているので、今やりたいこととしてはこの正面から貼ってるっていう状態はそのままにしつつ鼻の位置を直したいんで、はい、変応スライドの中にある頂点をスライドってやつを使ってこれで動かすと画像が伸びずに動かせるので、これで新しく鼻の位置を作ってあげて、手前方向に動かすときには普通に頂点移動の方がいいかもしれないです。なんかこれで移動させてると結構形崩れるように感じるんですけど。そうですね、頂点のスライドの場合思った方向に行かないというか、なので横顔を整えるときとかは普通に頂点移動で動かしてしまってもいい気がしますね。鼻とか口の丸みのためにもうちょっとここ割った方がいいんですかね。そうですね、ここはもう割っちゃった方がいいと思いますね。割るとこと割らないとこ結構極端に分かれてくるんですね。どうしてもやっぱり顔とか髪の毛って細かく割らなきゃいけないし、ただ腕とかってそんなに言うほど割らなくても大丈夫だったりするので、あんまり均等じゃなくてもいいので。 UV 展開っていうのをした後に割っても大丈夫なんですか？全然大丈夫です。なるほど。最後にじゃあマフラーとか作ってみましょうか。はい、お願いします。マフラーはですね、一度に作ろうとしてもらえば結構難しいんですけども、形2つに分けて考えてしまえば、首に巻いてるものって極端に言ってしまえば円柱みたいなもので、背中についてるところとかっていうのは板みたいなものなので、バラバラに考えてしまえば結構簡単なのかなという。UV エディティングではなくてレイアウトってやつ、一番左あ、なるほど。円柱を作って、これも細かすぎてもしょうがないので、そうですね、八角柱ぐらいでいいのかなっていう気がするので、一旦8で大きさとかを調整して、そしたらですね、後ろとかについてるのは、斜めになった板みたいな形なので、もう普通に平面を置いてしまって。この平面って裏とか表とかあるんですか？ありますね。裏側が見えちゃいけないみたいなこと聞いたことあるんですけど。そうですね。ただアンリアルエンジンでも裏側を表示するっていう風なマテリアルの設定があるので、それを使ってしまえばブレンダーと同じように裏がちゃんと埋まるんですね。なるほど。これもしこのマフラーを揺らしたいって考えたら割っといた方がいいんですか？そうですね。なのでまずバランス取ってしまってから後でちょっと割っちゃいましょう。はい、確かに少し割っといた方がいいと思うんですよ。このままだとすごく硬い感じがしてしまうので。そこまで来ました。はい。そしたらですね、一旦先に厚みをつけてしまいましょうか。はい、厚みもですね、モデファイヤーでつけれるので、モデファイヤーの中からソリッド化ってやつを探して押していただくと、本当だ。もう厚みはできるんですね。ですね。デフォルトの厚みでいい感じですかね。そうですね、今回はちょうどいい感じでしたね。あとはもうループカットでいいので、ループカットツールを選ぶと何分割にするっていうのがあるので、正方形になるようにした方がいろいろと都合はいいので、僕の感じだと7分割ぐらいですかね。これはちょっとお好みでっていう感じですか。はい。一応同じにしておきます。
これであれば揺らす機能がいろいろと動いてくれるので、これでなんかいろんなもうパーツはほぼできつつあるんじゃないかなと思うんです。あとは髪の毛とか顔の形とかいじったりしてそうですね。ですね。あと、ふさふさなんですけども、やろうと思ったらっていう感じでいいんですけども、いくつかこの、なんとなくギザギザにしたいときって、ランダムにギザギザにするっていう方法があるので、ちょっとそこだけはい簡単に説明しますと、はい。プロポーショナル変形っていうやつ、まとめてふわっと移動したりする機能があったりするんですけど、一応電車の起こしてるようにこういうふうにふわっと周りが動くんですけども、引っ張られて、その中にですね、ランダムっていうのがあるので、これを使うと、ぐちゃぐちゃっと動いてくれるんですね。少し便利なんで、覚えておいてもいいかもしれないです。確かに。なんとなくシワシワっとしたものを作るときとかに。すごいこれ。確かにすごい。おーでもなんかちょっといい感じになった気がする。あれなんか足に変な模様入ってる。ああ、足にも顔のテクスチャーされてるかもしれないですね。あれなんで大変だ。なかなか大変ですよね。大変だけどやっぱ面白い。すごい有料級の授業を受けてる感じで本当ありがとうございます。お忙しい。それっぽくなるわけですね、いよいよ。割と完成品みたいな見た目になりおー、楽しみですね。ます。まずこの UV 展開という作業が待ってる。あ、なんか聞いたことあるけど、すげえ難しそうですね。